こんにちは。ともです。めいちです。あきよです。二人とも BJC お帰りなさい。ただいま。めいち優勝、とま3位、おめでとおめでとうございました。おめでとうございます。いや、まさか。いや、奇跡起こしたよね。まさか僕は優勝して、トマさんがあれだと思わなかったよね。じゃあちょっとメダルでも出せますか、こんな感じです。じゃじゃん。1位と3位。これ持ってる方間違えてないからね、ちゃんと。はい。で今までさ、うん、CJC とか世界選手権とか、あとリードではさ、一緒に決勝残ったことあるけど、ボルダーって決勝自体初だし。まあワールドカップは一緒に残ってるけどね、決勝は。まあその国内大会のシニアで僕が決勝に残ること自体が珍しい。久しぶり久しぶりだね。だからね、ちょっと新鮮だったわ。そうだね。なんか前から言ってるけど、これ大会中も言ったけど、明治ってやっぱり兄弟としてというか、仲間としてはめっちゃ応援したいんだけど、決勝に行ってほしくないんだよね。いや、トモ君にはよく言われるね。俺より絶対強いものを持ってるから。やっぱしかもラウンド進むごとに僕自身が結構得意になってるから、課題が減ってね、距離が出るからね。じゃあまず予選の振り返っていくけど、まず1課題目。まあウェルカム系にしては悪く感じた、個人的には。でしかもそのスタートがさ、こうなんだ乗り上がってポケットに飛ぶみたいな動きだったじゃん。だからこう体が硬いから1課題目。わかる。ちょっと怖かったよ。緊張したもん。落ちたと思ったら足残ってて落ちなかったっていう奇跡の一撃。で2が、結構手数が長い保持系だったね。あそこまでシンプルな保持課題が出てくると思わなくて、まあちょっとアップボールで勝ち握ってなかったからちょっとびっくりした指が。しかも課題が手数が長かったからさ、1回落ちちゃうとさ、結構登るの辛そうな課題だなと思ったな。僕だってゴールドリで落ちた後震えたもん。もう1回ここまで行くのかって思いながら。確かに。で3が、まあ、割とシンプルなスラム。3点ぐらいしかなかったよね。ホールド自体少なくて、結構足がちゃんと乗れてるかっていうのが大事だったね。結構手もね押しづらかったし、バランス悪かった。全体的にビリーブ系の、で4課題目は、プッシュコーディネーションからの我慢系みたいな、下重心みたいな。そうあんまり僕スタートができなかったから、記憶にないけど、あの強度感はちょっとできなきゃダメだったなっていうスタートは。俺もちょっとスタートの発射の仕方がいまいちうまくできてなくて、4点指示の体勢が悪くて、分かる、いやらしかった。なんかその体勢が嫌だったからまず飛び出す気になれなかったな。まあでも面白かった。で5が新しい新作のユニットのホールドを使った初手がデッドで、そこからじんわりいって最後ヒールでいくか飛ぶかっていうか、ユージ君のヒールが超うまかったね。あれは井上裕二って感じだった、すごかった。あれは上手だった、あと岡田義行の真っ向勝、で、トマさんは、3関東で4位通過、僕が2関東で12位通過かな。そんな感じかないですよ。はい、じゃあ続いて準決勝いかがでしたか？準決勝からじゃあ動画見ようか。でちなみに準決勝はめちゃくちゃハードなラウンドで、20人中7人しか関東者が出てないです。すごかったよ。めっちゃ悪かった。だってゾーンのあれで日本代表入れたんだもんね。3ゾーンで日本代表ワールドカップ、すごいよね。なかなかここまで来たかって感じです。で明治が1関東でギリギリ6位通過、6位通過で僕が3関東で1位通過でした。ですよ。はい。じゃあ1課題目から見ていきますか。1はね、出る前に、俺は遅かったじゃん、順番が最後だったから、明治、佐野くん、心くんが登ってるの分かってて、おお、もうだいぶ分かってるね。で心くんが叫んでたのも知ってた、死ぬほど。だから死ぬほど絞り切る系なんだろうなと思いながら、でも佐野くんと明治が登るってことはテクニック系に寄ってるんだろうなっていうのを考えながら、ぼんやり考えながら出てた。今回は7人しか完登しなかったっていうのもあって、アイソンにいる段階で、それこそ僕が出た段階だと茅谷君しか完登出てなくて、でしかも茅谷君が何課題目を登ったかまで分かるぐらい完登が出なかったんです、今回。だからいつものイメージ、ユースの子が登る課題って結構僕にとっては苦手な動きとか、狭い動きとか、うわーっていう苦手意識で1課題目出てって全然得意そうみたいな。これかなりテクイ登りっていうかテクイ課題だったよね。なんかまずスタート手前っていうかプッシュから始まって、
あのプッシュがでまたマントルしてで上の球を最後どう処理するかっていう感じだったよね。これはもう僕が気合で飛ぶっていう、なんかゴール行って前まではそこまで難しくなかったよ。いや正直まあ難しい、その強度が高いわけではなくて、まあ登り方さえ分かっちゃえば力の入れ方とかそんなに。俺だってなんかもうその直接飛ぶか右足上げるか3パターンぐらい試したもん。そのね迷いすぎてびっくりしたわけでこのトゥーフックに気づいたのがね最後良かったな。これすごいよ本当に良かった、これは登れてよかった。いい動きしてるねで2課題目がで2はスラブ。これね僕何もしてないんだよね。いや俺びっくりしたそれ聞いて。いや一番得意系な動きだから、なんたらめちゃめちゃリーチ使える課題じゃん。そう右足に立ち上がる感じができなくて、なんかガーリックサーフの角度が僕的にはこう立てる感じじゃなかったんだよ。それなんかずっと迷いながらやってたら何もできない。確かになんかこう足の向きとかさ乗れ感は良かったけどこのやっぱ持ち面がツルツルだったから。そういやだからなんかムーブが読めなくて、これ実はそのゾーン取りがすごい嫌だったの。そこまでこの足2つが薄いじゃん、手で触ったと思うけど。もう簡単そうだけどねこれ見ると。まあできたら簡単だったけどでゴールが持てるから上は大丈夫だった。いいね、もうこの時点で決勝だもんすごいよで、3課題目3は見た瞬間めっちゃ得意系だなと思って、正直僕も得意系だと思ったんだけど、うまくいけなかった。なんか多分この課題って一番悪いのは出前に入るところよ。確実にそうだね。1手目のだから出前の時に、僕はずっとこうやってたんだけど、止まってる人全員こうじゃん、気がつかなかったねやりながら。なんか俺たちのサイズ感だとこう入ろうってならなかった逆に。なんか腰が折れちゃってダメだったの僕は。でこっちだとさ腰が負けないじゃん、だからそう入ったのが良かった。これ5分間のうちに上を、オブザベした瞬間から、これ確実に初手止まったらできるって分かってて、結構ラップとか好きだからそれだけを信じながら最後まで諦めずにやってたけど一度も離陸できなかったで最終課題は関東が出てないって分かってたんだよ正直。16人俺の前に出ててもうフィジカル系もテクニック系もでかいメンチも誰もできてないだろうなと思ってたから、何系っていうのを思った。僕はもう1冠しかできてなくて、ゾーンも取ってないから、ここを登らないと代表の未来すらないって分かってたから、その時思ってたから。でしかも僕の後ろに藤井心、尾形義行が並んでて、でそのまま楢崎智亜とか強い人出てくるわけじゃん。フィジカル系っていうのは見れば分かるじゃん。もちろんで裏に控えてるから、確実にお三方は登るだろうしみたいな。死ぬ気でやったけどできる気しなかったね。ゴール行って前取りが誰も止まらなかったんだよね結局。そんな感じですかね。相変わらずハードなラウンドでした。でもハードなおかげで決勝に残れてて、そこからね本当だよ、よかったよ。逆転劇が。俺7位だと思ってためっちゃはい、そんな感じですか準決勝は。はい、じゃあラスト決勝は明治が1番で本当に分かりませんでした流れがでも正直、決勝は事前にオブザベした瞬間から、ともくん覚えてると思うけど僕さ、4課題オブザベした後にともくんこれ今回課題得意すぎてやばいんだけどって話して。そう言ってた結構普段さ、今年ワールドカップ2回一緒にファイナル残ってるけどさ、僕さ結構嫌だって言うじゃん、この課題できる気しないとか言うけど、今回を見た瞬間からこれはもういけるって分かってたかな。1は正直俺と明治は得意系だったね。スイングで普段からアップでスイングしてるからね。なんかもろ出たなっていう感じだよね。ここ 1,2 ヶ月ぐらい毎回アップでやってた気持ちいいスイングルーティーンがそのまんま同じ向きで出てきてスイングしてパンパンってきた時に大体いっちゃう系じゃん。そう行けば止まるスイングって。なのにこっちをしっかり残さないと止まんない感じだったから。でしかも止め先が悪いんだよ最後の。だからそこの調整が難しくて俺は結構アテンプトかかっちゃった。僕も2回落ちた。そう3トライ目だと思うんですよ、傾斜でスイングをすることってあんまりなくて実は、分かる。ああいうスイングって基本的には関係者でやることが多いんだけど、今回は傾斜があったからその入る角度っていうのがちょっと難しくて、顔打ったりとかして、結構難しかった。スイングの中では難しい方だったと。あと上が超悪かったよ。上悪い。みんなに体験してほしかったね。俺1回落ちてるし上
このさ、このポジション入った時のさ理不尽さすごくなかった？すごい。いや設定右手だろうなって思ってたんだけど、俺にはめっちゃ深く見えて右手出すのが分かる。僕でも遠く感じたもん。そうだよ。どっちで出すんだろうって思いながら、もうこれ落ちたら時間ねえなと思って死ぬ気で保持に行ったんだけど、ともくんあれ一撃で決めたの本当にすごいと思う。よかった。なんか正直ワールドカップで出ても完登者そんなにいないんじゃないかな。ワンチャンメジとかポールとかフランス系のコーデが得意な人たちで、2はメイチが完登して俺ができなかったんだね。まず最初に言うと正直トムが登んなきゃダメだったよね。そうだね。難易度的にもだし、そんな苦手じゃない動きじゃない、正直。なんか結構シークエンス系だったよね。読みっていうか。あれは何なの？トム君的には読み負けなの？なんか1トライ目この下で滑って落ちて、まあそれはで2トライ目でなんかキャンパで入ってで失敗して、で結構個人的にはキャンパが超辛かったの。まあ意外とこれ側じゃないからね。その回っちゃうとこっちが辛かった俺。そうだからこう回っちゃうとこっちに合わせるとこっちが悪いし、なんかもう全体的に理不尽な感じになる。でなんか上半身ですごい耐えちゃったから、その後重心下に落とすっていう作業がうまくする前に滑っちゃったから、なんかそこの修正がうまくできなくて、まあ、多分設定は回転だと思うんだけど、結局登れた僕と佐野君は結構下半身重心の、そう僕も最後までムーブ分かんなかったけど奇跡的にラストトライでなんかこれを上げたら持てるって感じだった。僕だって落ちてたもんここまで、ね、できないと思って、終わったって思ってもう最後に我慢して一手出した瞬間に天国があった。ここにもう来た。まあ、ゴールドリとか落ちなそうだし、あんまり。まあそうだね、ちょっと怖かったけど、時間も含めて。ボテがいいね、あれ。確かにリンクスのいい味出してたね。リンクスのボテ、あれスラブにつくとめちゃくちゃ面白いね。あれ面白かった。なんかまずスタートのさ、振ってパンパンみたいな、あの動き自体がなかなかやるような動きじゃなかったから、そこは、まあ、俺たちはさ結構得意な動きだったから。いや意外とね、僕苦手なの。アイソで話してたけど、結構こう足を速く動かすみたいな、足を手とか足とかをこう速く動くのがすごい得意じゃないから。でもかなり乗れたよ。そう苦手で出る前からずっとやりたくなかったんだけど、意外とボテのフリクションが良くて、とにかく立っちゃえばその場にいられるっていう感じで、まあ反らないのが大事だった最後。そうだよ。で上ね、これはねムーブみんなね違うしね。これもともくん登んなきゃダメだったよね。まあ一発でゴールドにまでいってるから、株が悪い課題だったのに。まあ映像を見てもらえば分かるけど、僕とかさ、このゴールドにさ、立たなかったじゃん。沈んでた。あれも実際全然立つこと自体はできたんだけど、確実に行きたくて。まあまあ確かに立つとさ壁から剥がれる可能性ある。リスクがね。そうでもそんなに残り時間もなかったから、だからもう本当にリスクを最小限に抑えるために手を伸ばすっていうちょっとずるいリーチ的な登りをしちゃって。なんか個人的には俺結構余力はあったの、課題に対して。そうだね、自分の登る能力っていうのは、だけどなんかもう最後の自分がもうゴム負けしちゃってて全く踏めなくて。あれは何？ちょっとへたったシューズ持ってったの？いやちょっと今新しい靴で試してたから、ちょっと薄くソールを薄くしすぎて。でもボテは乗れる。ボテは超乗れてたから、だからそこのバランスがちょっとうまくいってなかったなっていう感じはしたかな。まあ正直決勝6人中5人スポルティバだったけど、スポルティバに言わせてもらうと最後の自分はガバでしょ。ガバーシ。いや俺もガバって分かってるんだけどソール薄すぎて。いや僕だって信じられないもん、ね、最後自分に立って落ちてるの。分かる。僕だって自分に上げた瞬間に完登したと思ったもん正直。まああれ僕は伸ばしたけど、あれはともかくちょっと俺のミスだったね。そうだね、ソウル負けした感あるよね。4ね。4はもうゾーンメイチしか止めなかったからな。4はちょっと待って、4あれもう4はやらせたいことシンプルだったね。あれ多分さ、片手台設定だよね。片手台だと、いやでも残ると思う。いやでもどっちでもいけると思う。まあ、個人的には手を残しに1トライ目行って残そうとしたら引っ張られすぎてめちゃくちゃ両方悪かった。でもだから2トライ目は結構これをもう保持するっていう意識でいったら、左手が切れた瞬間に下に体が入るじゃん。急にこのサムが効いてきて。確かに。だから多分設定は多分足切り思い切ってね。でもともくんはさ手パーン残して一瞬ブルブルって耐えたじゃん。手残しと足残し両方俺意識してやってたから。でもあれねすごいよ。
多分一番悪いポジションにいた気がする。重心でも十字懸垂じゃん、そうだね。あれで耐えきれそうなのがすごい。これが意外と持てるから、なんか迷った。足もいいし、しかもさ、大きい人って当たり前だけど手からの足の先端までの距離が伸びるから、片手で振られるとき不利じゃん、当たり前だけど、でもそれでも耐えれてるから、確実にともくんだったらもう左手残す意識がない、距離が出せてるの。そうバーンって耐えてた気がする。そこはね迷ったね、かなり。ただ僕は完投したかったね。はい、そんな感じですね。実際今回の BJC 全体を通してだったり、課題自体はワールドカップと比べてどうですか？課題自体は全部面白かったよね、どのラウンドも。めちゃくちゃ面白かった、予選からもうムーブもしっかりあったし、なんか結構国内大会っていうとワールドカップとは違ったまた違う能力が必要なイメージがあったけど、今回はどちらか普通に結構面白かった、でも準決勝はちょっとプッシュが多かったなっていうのは若干感じたけど、でもそれもそれで一つのクライミングだし、まあ僕はリザルトあんまり良くなかった、決勝残ってるけどそんないろいろできたわけではないからあんまり言えないけど、そうだな、結構面白かったな課題は。今まで、ここ何年かって特にさ BJC の課題って結構狭い課題が多かった。狭かったね、懐の足が重要だったね、どちらかというと。狭くて手食いみたいな動きが多かったけど、今回は壁も高くなったし距離感も広くなって、なんか普段の課題よりもダイナミックというか、なんだろう。そうだね、僕からしたら気持ちいい距離感、動きやすい距離感になったのかなって感じるけど。次は LJC ですが、 LJC に向けていかがですか？ LJC も表彰台を埋めたいね。マジ俺が1だけどねLJC はとにかく毎年僕予選で消えかけるから、なんかギリギリのイメージある。とにかく予選をしっかり通過したい、あとは僕クリップしないとダメなんですよね予選消えかけるって言ったら予選消えてる人いた特に俺たちは2人とも今回リードは代表権が持ってないから。そうなんですよ、本当に相当予選から堅実に行きたいけどね。リードワールドカップ行きたいから本気で頑張ります、次は、リードジャパンカップが2月の25、26に印西で開催されます、それに向けて2人で頑張っていくので応援よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。じゃあねー。